お願いします。水谷と申します。千葉の方で和食の料理人をさせていただいております。料理は楽しく、料理は愛情、ミロックでございます。いつもご視聴ありがとうございます。中華の飾り切りと和食の飾り切り、両方野菜と豆腐でいろんなものを作っていこうかなと思っております。豆腐の飾り切り、菊花豆腐作りたいと思います。大根ですけど、ささいに使います。で一応セルクルで傾きます。きれいに剥けるようにですね。はい。包丁は中華包丁になりますね。堺の城山刃物さんから特注で作っていただいた中華包丁になります。すごい扱いやすくてお気に入りです。はい。続いては人参を使ってですね、中華の飾り切り、提灯を作りたいと思います。できるだけ勢いつけずにゆっくりゆっくり、飾り切りの時は慎重に慎重にやるって感じですかね。ゆっくりゆっくりこう切り進めていくっていう感じですかね。例えば面が広かったりするじゃないですか。この要は一気にこの面を取りたいって時はやっぱりペティナイフだと刃幅が狭すぎちゃって逆に使いづらいというか、こういう風な取り方っていうのはやっぱりこう大きい包丁じゃないと取りづらいんで、やっぱ大きい包丁の方がやりやすいかなとは思うんですよね。縦方向に垂直に下まで切り切らないような状態。下だけ切れてる状態ですね。ここは切れてない。下まで切り切らないコツってあるんですか？これはですね、横から見てもらうと分かるように、この切っ先はまな板に触れてるんですよね。でもお尻は上がってる状態なので、必ずここは要は下まで触れないようになってるんですよね。だからそれを意識的にやる。で今度裏返したら少しだけ、裏面は垂直だったのに対して少しだけ斜めに包丁を入れます。でこれも下まで切り切らないようにさっきのこの上下で提灯がこう上の部分と下の部分が、表現ができるかなと。
き提灯。続いては大根でつるを折らさせていただきます。はい、使うのは飾り切り包丁ですね。干渉型の柳包丁になります。これ堺の城山刃物さんっていう包丁屋さんなんですけど、これすごい薄く作らせてもらってる特注包丁になるんですけど、飾り切り用になります。手元包丁になります。はい、もうちょっとここの厚みがあるんですけれども、すごい薄く作ってもらいまして、やっぱ薄ければ薄い方が使いやすいということですね。はい、じゃあいきます。だいたい2ミリ3ミリぐらいの厚さで切るって感じですね。これはですね、手元用のパーリングナイフっていうんですかね。そういう細工包丁、これが本当の細工包丁で。ペンみたいなものですね。そうですね。もうまるっきりペンの持ち方と一緒になります。飾り切り歴は大体どれぐらいなんですか？いや、そんな自分は長くないです。中華の時なんてほとんどやってなかったですし、和食に転向してからですかね、やっぱり彩りを添えるというのが大事になってきたなっていうのが30過ぎぐらいからですかね、思うようになってきたのは。手作りでどこまでお客さんをこう喜ばせることができるのかなっていうのも料理人としての一つの醍醐味というか。なかなかどうして、あ、じゃあ今度紅芯大根を使って、赤のつるを作りたいと思います。なかなかお祝い事に、特に和食だとこう紅白っていうのは特におめでたいので、お客様にも喜ばれる、いつも出していると喜ばれますね、これは。じゃああやめ、かまぼこのあやめの飾り切りしていきます。切り切らないように上から1センチ残しぐらいで5枚切り切らないように。はい、そしたら、切れた状態を横にして上2枚分をですね切ります。切れ込みを入れます。かまぼこの真ん中あたりで切れ込みを入れます。2枚分だけ切れるようにしますね。このような形。ただ今度反対側も同じように2枚分切れ込みを入れます。こういう形になります。そしたら今度逆側ですね。1枚残った逆側のこっち側から2枚切った方の逆側から今度同じように1枚だけここを切ります。こんな感じです。こっち側が切れ込みとこっち側の切れ込み。今度この切れ込みをしたのをこう真ん中に、でこちら側も一番外側を丸めて内側に。はい、ただ今度逆側の真ん中のかまぼこを今度下に。はい、そうするとあやめ。
こういう飾り切りとかってどんどんやる方が少なくなられちゃって、やはり圧倒的にやる人口は少なくなってますよね。なので自分なんかはそういうのを大事にしていきたいなと思っても、やっぱりこう今から料理人になられる子とか、今までそういうふうな子たちもあんまり興味がないというか、そういう子もたくさんいましたんでね、やっぱりちょっと寂しい部分はありますね。味でも勝負なんですけれども、それプラスアルファですね、お客さんに感動を一押しする一番の武器だと思ってます。